はい。はい。ババンババン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 ババンババン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 はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆さんと楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこにカリカリとシーバを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、グレーのぐーちゃん、白黒のくーたくん、三毛猫のたまちゃん、白茶のゆりさん、そして画面に収まっておりませんが、チャトラのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバーあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。今日は全然ね、朝の黒缶食べてなかったんだよね。で、カリカリトッピングすれば食べるっぽかったからさ、またカリカリをトッピングしてやったんだけどさ、食べないわけよ。全然食べてなくて。で、ライブ前に見たらね、空になってたから、ほぼ空っていうのかな、綺麗にはなくなってないんだよね。ちょこっとずつ残ってる感じなんだけど、ほぼ空になってたんでね、さすがに食べてる量少なすぎるだろうと思ったんで、今カリカリ足してさ、でね、鰹節なくなっちゃったんだよね。だからシーバーを上にかけてやってんで、だからこんだけ食ってくれてんだと思うんだけどさ、シーバーね、出すのに時間がかかるので、今日も遅刻しましたよ、みたいな言い訳でございますよ。で、一日一個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティスって言います。で、なんでジャスティスって言うかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。
はい。では、いきますよ。せーの。ジャスティース。ゆりたん、ジャスティース。ね、いっぱい食べてくれ、ゆりたんはな。はい。今日は塩入りの水。お水が美味しい季節になりましたな。マサさんかな。マサじゃないか。ただしさんかな。ジャスティス、ありがとうございます。ハニタンさん、ジャスティス、ありがとうございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。今日はね、昨日はぐーちゃんが全然このカリカリタイムには見向きもせずだったけどな、今日はマチャが全然お尻向けちゃって、あっち向いちゃって、どうしちゃったのかな。あんまり調子がよろしくないんでしょうかね。てんたまさん、今夜もジャスティス。たぬこさん、こんばんは、ジャスティス。ありがとうございます。てんたまさん、藤子さん、皆様、こんばんは。本日もしぶとくやっておりますよ。で、今日は、なんか明日が大雨らしいんだよね。大雨かと思って、一日中大雨らしいからさ。そしたらちょっと明日洗濯できないからね。今日のうちに洗濯をしておかないとなっていう感じでね。今日洗濯をしましたって感じ。で、このこたつの机にさ、かけてた、タオルケットをかけてたんだけどさ、これもね、ゆりたんのおしっこまみれに昨日されたんで、洗ってな。で、もう暑いからさ、タオルケットですらここにさ、何かしらかかっててさ、その中ににゃんこ一匹でもいるとさ、まあ暑くなるんでさ、ちょっともうね、ここになんかかけるのいらなくないと思ってさ、まあ撤去したわけよね。撤去したらさ、ゆりたんがなんか居場所がなかったみたいでさ、なんかずーっと泣いてんの。もうほんとずーっと泣いてんのね。で、いろいろやってんだけども全然ダメでさ、なんだ、猫ベッドあるじゃんか、もふもふのベッドな。それを設置してやっても、それには入らないみたいなんで。で、あ、わかったと思って、それを立ててな、で、壁みたいな状態にしてやって、まあ、そうすればちょっといいだろうと思ったんだけど、納得いかないみたいでさ、全然ダメみたいでさ、えいつを、片側にかけてたのね。速攻で、潜り込んで。ただ全体にかかってないからさ、もうね、潜り込んだはいいけど、みたいな感じでね。で、まあでもそれがあればだいぶ落ち着いたみたいでね。その後はみんなしてさ、だからこんな、暑いっていうのにさ、みんなしてここにね、そんな時に限ってさ、詰まって寝てっからさ、もう何なんすかねって感じ。ただまあ今日はね、あの、この場所だと風が通らないからさ、で、何個詰まってると暑いよって感じだったけど、そうじゃなければね、まあちょうどいいぐらいの気温だったかなっていう感じなので、まあもしかしたら猫にとったらね、ちょっと若干、肌寒いよみたいな、そんな感じだったのかもしれないけどさ。まあ、とにかく午前中はゆりさんがずーっと泣いてくからさ、なんか調子悪いのかなと思ったんだけどさ、なんかブラッシングしてやったらめちゃくちゃ、なんだっけ、甘えてくるからさ、違うわ、これ。具合が悪いわけじゃないんだなと思ってさ、なんだ、この居場所がないよっていう訴えてるのがな、もう非常にしつこかっただけだなっていうことが分かったんで、まあよかったよって感じな、体調が悪いわけじゃないからな。てんたまさん、こちらはこれから災害級の大雨になるか、もうちょっと勘弁して、明日で終わりにしてほしい。明日で終わりにしてほしいよ。明後日はお願いします。災害級はやめてください。
頼むからみたいなな。ヨッシーさん、ジャスティス、九州は夕方から、大雨かな。ハートで見えないんだよな。大雨、ですね。だからまあもう今日、明日のうちに全部降って、明後日は晴れてくれればいいからね、みたいなね。明日は、降ってくれてもいいから、明後日は、お願いします、みたいなな。そんな感じよ。そうそう。それで、アマゾンでね、まあ、衝動買いっていうのかな、したさ、靴にかけるカバーね、届いたんだけどさ、結構重いっていうのかな、なんか、でかいというかさ、もうちょっとなんか、コンパクトでね、なんかいいよみたいな話だと思ってたんだけどさ、まあね、靴底がくっついてるもんだからさ、で、ね、それの、靴のまんまそれ履く感じだからでかいじゃんか。でかいし、で、靴底ついてから結構しっかりしてるし、だからね、なんか、重い。重いよと思って。これはなんだ、折りたたみ傘を持っていくのと同じだなと思ってさ。で、これ持って折りたたみ傘まで一緒に持っていくと、相当重いな、これと思ってさ。なんかもう、もうなあ、みたいな感じよね。で、今日はまたね、アマゾンでね、衝動買いした。なんか衝動買い日和になっているよねって感じなんだけど、そう。で、そのさ、靴にかけるカバーと一緒にさ、なんだっけ、木のまな板買ったじゃんか。で、木のまな板買って、でね、ビニールで、ぴったりくっついている感じで包まれてたんで、それは開けるのめんどくさくてさ、後にしようと思って、後にしてたんだけど、今日はね、朝からね、じゃあ今日は使うかと思ってさ、そのビニール一生懸命開けて、出したんだよね。で、使い方としては、水に濡らしてから、食材を切って、で、その後、たわしで洗って、で、水気を拭き取って、で、まあ、乾燥させてくれよ、みたいな感じだったんだよね。で、さ、風呂から出して、で、木のいい匂いがしてな、おー、すげえ、木の匂いするぜ、と思ってさ。で、株の葉っぱをね、取っといたの忘れてたわけよ。で、そうだ、株はさっさと食べたけど、株の葉っぱ取っといたんだよなと思って、じゃあ今日はそれをおじやにするかと思ってさ、株の葉っぱを細かく刻むのにそのさ、まな板使ってみたわけよね。そしたら今まではさ、そのプラスチックのまな板を使ってたんだけどさ、結構なんだ、繋がっちゃってるっていうのちゃんと切ってるつもりでも、ね、全部繋がっちゃってたりとかさ、してたんだけど、いや、ちゃんと切れる。音もいいしさ、音もいいし、ちゃんと切れるんだよね。繋がってなくて全部バラバラになってるの。おーと思って。なんだ、今まで自分の切り方が下手くそだから繋がっちゃってたんだと思ってたんだけど、違ったと思ってね。これまな板がいけなかったんだっていうのことを今日初めて知ってさ、感動だったよね。まな板のせいだったんだと思って。包丁でも私の腕でもなくて、まな板が原因だったかと思って、と思ってさ。でね、心地よく野菜を切ることができましてよかったよって感じな。で、まあ、たわしはないんで、うちさ。たわしないんで、まあね、しょうがない。まあ、野菜だからいいかと思って水洗い手で水洗いしてさ、で、一旦ちょっと干して、で、布巾で拭いて、で、乾燥させて、みたいな感じで置いといたんだけどさ、その食器棚じゃない、なんだ、洗いかごの中にさ、そしたらね、一日中ね、そこにある間ね、家の中が、ヒノキの匂いっていうのヒノキの匂いでさ、すっげえなって思って、だからまあいい匂いだからいいんだけど、木の匂いってすごいな、こんなにするもんなの、まあ新しいからっていうのも、まああるのかと思うけどさ、にしてもさ、木の匂いってすげえなと思って、こんだけのものでこんなに匂うもんなんだな。
なんか生命力がすげえなって、なんかいろいろと感動でした。いろいろと感動がありましたなっていう感じ。そうで、今日 Amazon でさ、衝動買いしたのはさ、なんか YouTube で、なんだっけ、バンガローっていうのがなんか出てきたんだよね。で、私バンガローってなんだかわかんなかったんだよなと思ってさ、調べてみたんだよね。あの、幼馴染がなんか夏休みに、バンガローに泊まったとかっていう絵日記を書いてたんだよ、小学校の時のさ、宿題、夏休みの宿題でさ。で、バンガローってなんだろうって思ってたわけよね。全然その子の文章を読んだところでバンガローが何かってことはわかんなくて、で、そのままわからずじまいの状態で今日まで来てたわけよね。で、バンガローってなんだと思ってさ、調べてみたらさ、なんかその、キャンプの、テントは張らなくていいよみたいな、その小屋はあるから、テントは張らなくていいんだけど、まあ、それ以外はね、設備がないんで、あの、なんだっけ、キャンプ道具をね、持っていく必要があるよみたいな、そういうシステムらしくって、いや、そうなんだと思って、で、寝袋が必須ですみたいなこと書かれて、寝袋な、寝袋私持ってないなと思って、寝袋買おうかなとかなんか思って、なんか寝袋買おうかななんて急に思ってね、今まで寝袋買おうかななんて思ったこと一回もないのにさ、急に、寝袋買わなきゃダメかなって思って、で、Amazon で検索してみたんだよね。そしたらさ、またタイムセールでさ、半額なのよ。ええ話やと思って、これ買うしかないなと思ってさ、なんかポチったんだよね。またさ、半額だからさ、3500円には満たないんで、じゃあと思ってさ、木のお椀、まだ買ってないからさ、で、木のお椀買おうかなと思ったんだけど、自分が一応、適当にこれがいいのかなと思ってさ、ブックマークしてた木のお椀がさ、2000円以上するやつだったんだよね。で、そうするとさ、4000円以上するから合計でさ、ちょっと高すぎんだ。ちょっと高すぎんだと思って、もうちょっと安いので、なんかないかなと思って探して、で、まあ、ちょうどね、1000円ちょいぐらいのがあったんで、で、それとね、やったらちょうど3500円ぐらい。またね、いつものことながら、お買い物上手って我ながらな、思いながら、今日は Amazon でね、寝袋を買いました。寝袋買いましたけどさ、ただまあその寝袋の下に、ね、寝袋だけだと痛いから、その下にね、なんか敷いた方がよくて、なんかそれもセットで買うものらしいんだけど、で、それも見てみたらさ、それもね、タイムセールで半額になってたんでさ、半額になってるね。これは欲しいけど、ただね、衝動買いしすぎだな。衝動買いしすぎだな。衝動買いは1日1個までな、みたいな感じでね。えっと、やめといた。下に敷くのは、とりあえずちょっとやめといた、みたいな感じで、寝袋を購入してしまいましたよって感じな。でね、まあ、昨日もう一個、まあ、衝動買いっていうのかな。グリーンビーンズ、イオンのさ、宅配のネットスーパーっていうのかな。が、なんかね、4000円以上の購入で1500円オフっていうのがあったんで、で、これ今までの中で一番安いクーポンだな。これ使うしかないと思って、使うしかないと思ってね、昨日それで衝動買いしたんだよね。で、それで、なんだっけ、にゃんこの砂ね、そう、にゃんこ、クータがさ、昨日、今日とさ、なんかビチグソしてて、でね、猫トイレがさ、汚くなっちゃってて、汚くなっちゃっててね、まあ暑くなってきたしさ、
砂まだね、綺麗なんでさ、もったいないんでちょっとなとかって思うんだけど、だもうトイレが汚くなっちゃってるし、暑くなってきてるからね、なんか匂ってきたら取っ換えるしかないよなっていうのがあって、だから猫砂が欲しいなと思ってたタイミングだったんだよね。だからさ、あの、買っちゃった。そのね、1500円オフだったら、きっと普通に買い物するよりもこっちの方が安いだろうと思って。で、重いからね、運ぶの大変なんで、それね、なんかクオカードがあった時に、そのクオカードが使える、まあ、月用でね、で、しかもペット用品置いてるところまで、行って、でね、重いから一個一個、購入しに行ってたりとかしてたんですよ。結構猫砂買ってくるの大変なんだよね。だから、おおと思ってさ、宅配してくれるし、これは2個買っちゃおうみたいな感じでさ、2個買って、まあ本当は3個買えばいいんだけどさ、だから全部猫のばっかりだとさ、私のもちょっとなんか買わしてよみたいな気分になるんで、2個にしといて、で、あと残りの枠はね、イワシの缶詰買ったよね。イワシの缶詰をさ、散々買うかどうしようかさ、悩んでたんだけど、ここはイワシの缶詰買うしかないと思ってさ、イワシの缶詰を買ったわけよ。で、今日ね、届いて、で、お昼前だったんでね、で、ご飯炊いてたんで、ああ、じゃあこれは味見がてら今日はイワシの缶詰だなと思ってさ、で、開けたらにゃんこ騒ぐかなと思って、ヒヤヒヤしてたんだけど、なんか全然そうでもなくて、全然そうでもなくて、ただお昼の時間でね、何お前だけなんか食ってんだよみたいな、なんかそんな感じで偵察しに来ただけみたいでね、自分らの分ね、全然黒缶食ってないくせにさ、なんかないんだけどみたいな感じでね、なんか猫晴らしてくるだけで、全イワシにはなんかね、興味示さなかったんだよね。だから、おお、そうかと思って。こいつらはやっぱりな、ペットフード、猫ご飯を自分たちの食べ物と認識してるんでね。なんかね、魚とかそんなに、ね、肉あげても食べないし、魚あげても食べないしね、みたいな感じなんでな。なんかカリカリしか食べ物として認識してないんだろうか、みたいな感じでね。なんかちょっと悲しくなったな。まあ、そんなわけで、イワシの缶詰を見事、ゲットして、しかも早速食べました。っていうご報告でございました。てんたまさん、衝動買いは1日1個までね。今日はまた、琵琶湖くんかなんかが面白い動画で、ライブでもやってんのかな。誰も会話に参加してくれなくて、悲しいよ、ちゅうわけで。本日もタロットカードタイムでも行くかね。タロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。で、そう、そのバンガローを調べてて、で、あとバンガローとコテージの違いっていうのがあって、あ、どっちもわからないと思ってさ、それ読んでみたわけよね。バンガローとコテージの違いっていうところさ。そしたらコテージの方は、なんかいろいろと設備がついてるんだって。で、コテージの方ね。で、バンガローが、設備がついてないので、道具は持っていく必要があるよっていうので、ただレンタルとかしてるところもあるんでね、まあそれのレンタル使っちゃえば、まあ手ぶらでね、使えることができるよみたいな、まあいろいろとね、あるらしくて、まあそうだろうなと思って、で、まあ関東でそのバンガローかな、キャンプかな、できるところ、探すと、ね、地元っていうのかな、平和島にあって、
で、なんかそこが一番、キャンプっぽい感じで、いいよっていう感じ。駅からアクセスできる、そのキャンプ場で検索したんで、関東でね。そしたらそこが一番いいよって話なので、あ、じゃあ近いからそこがいいのかな。そこがいいのかなと思うんだけどさ。いや、夜、外で一人ってちょっと怖いよな。いくら、寝袋買ったところでさ、夜一人で外で寝るのはちょっと怖い。設備あるとこだったらさ、だからコテージだったらまだしもさ、多分コテージだったら電気つくと思うんだよね。なんだ、照明関係はあるんじゃないかと思うんだよね。それだったらまあいいんだけどさ、ね、なんだっけ、バンガローか。バンガローは設備ないってことは電気ないってことだよねと思って、いや、電気ないところで夜外怖ちょっと一人怖いな、どうすっかな、みたいなね、感じなのにね、寝袋だけは買ったよ、みたいな感じよ。ヨッシーさん、猫砂1500円オフとは、元が結構高いんですね。合計で4000円以上購入した場合は、1500円オフになるよっていうクーポンだったんで。だからまあ4000円分買って1500円オフだと、2500円、そうだよね。2500円分買えばいいんだよねっていうことで、そうすると、まあ、猫砂3個買えば、ただ2500円、違う違う、4000円分買わなきゃダメなんだ。で、1500円オフになるよってことだ。だから4000円分買うのに、猫砂を3個買うと、ちょうど4000円ぐらいになるんだけど、ただ自分のももちょっと欲しい。ただまあ、それにプラスして買えばいいだけなんだろうけどさ、なんかね、4000円に収めたい衝動があって、それで1500円オフのクーポン使えたいよみたいなところがあってな。ただまあそう、値上がりしてるからね、だからね、元は、1000円ぐらいのもんだったと思うんだよね。1000円ぐらいのもんだったと思うんだけど、今はね、1500円ぐらいするかなって感じ、値上がりしちゃったんでね。なので、値上がりしないうちに買っときたいななんて思いつつ、まあ重いしね、っていうのでね、なかなか、後回しみたいになって、そんな感じよ。ただの砂なので、5キロ300円程度かと思ってました。ああね、家庭菜園の砂とは違うからね。ヨッシーさん、シュシュトップありがとうございます。カニタンさん、ベランピングか、そうだね。そう、だから今日ね、ベランダがね、洗濯機の水がさ、排水がなんかね、詰まっちゃってる感じなんだよね。なんか、洗剤を使わないとそういうのはあるあるらしくってさ。で、しかもほら、うち猫を5匹飼ってっからね、まあ、猫毛が引っかかって、なんかね、塞いじゃってるのもあるだろうし、みたいな、いろいろとね、あったんだよね。でね、なんか変なシダ植物が生えちゃってるわけ。シダ植物が生えちゃってさ、わさわさ生えちゃってて、もうちょっと怖いっていう感じ、ジャングル。ジャングルみたいな感じになっちゃってて、もうちょっと怖いっていう感じになってたんだよ。だからもうね、もう手つかずでいたんだけど、夕方なんかふと思ってね、いや、今日は涼しいからまあいいけどね、夏暑くなってからこれに取り組むのはちょっとしんどいからなと思って、今のうちやっとくかと思って夕方に急に思い立ってさ、あのね、エアコンの室外機の周りになんかシダ植物がジャングルのように生えてでっかくなっちゃってな。冬の間はね、枯れててなくなるんでさ、
全滅したかと思ってたのにさ、夏になるとまたあいつら生えてくるのもうどういうことっていう感じなんだけどさ、シダ植物をさ、引っこ抜いて、もう怖いからさ、ゴム手袋でな、ゴム手袋して引っこ抜いたらさ、全然な、根っこが生えてるわけではないみたいなんだよね。あんなでっかい葉っぱわさわささ、生やす割にはさ、根っこはそうでもないみたいでさ、すげえ覚悟してさ、力入れて引っ張ったらさ、もうすぐ、根こそぎ取れるわけよ。で、なんだそうかと思って。そんなに、そんなに大変じゃなかったと思ったんだけど、このね、気持ち悪いシダ植物。ちょっと嫌だからみたいのでね。で、うち、角部屋でさ、一番マンションの端っこの方にさ、同じ植物生えてるからさ、もうそこに投げとけばいいだろうと思ってさ、そこに投げてさ、そこに投げて、で、シダ植物がすっかりね、片付いて、ようやくね、床がどういうことになってるのかが分かって、でね、藻がね、結構生えてると思ったんだけど、去年かなんかはね、すごい藻が生えちゃって大変なことになって、それで水が流れないことになってたんだよね。で、まあ、それを取り除いてやる必要があったんだけど、なんか藻は意外とね、今回は生えてなかったんだよね。なんか、なんで詰まってんだって感じだったんだけど、なんかやっぱりね、根こげがうまい具合に、なんか膜のような状態になって、で、穴塞いでんのかなみたいな、そんな感じだったんだよね。で、いつもその、ベランダの、なんだっけ、家庭菜園で使ってるシャベル使って、その穴のところをさ、掃除するんだけどさ、全然なんもならん。これはなんだ、どういうことだとかって思ったんだけど、まあ、ただちょこっとはね、片付いた、綺麗にできたから、まあ、これで多分水流れると思うんだけどな、もうこれしかやりようないよなって思いながらね、まあ、とりあえず今日は、その排水口っていうの、掃除をしたから、ね、だからそれがあって、で、ランピングもね、できない。できなかったんで、水が、洗濯して水流すとね、ベランダが水浸しになるわけ。その水が流れていかないから。それで、ベランピングできねえなーとかって思ってたんだけどね。とうとう掃除したからね。まあ、それで水が流れるようになれば、まあ、グランピングできっかなって思うけどさ、夜な、ベランダで寝るっていうのもさ、ちょっと怖い。ちょっと怖いよねって思って。だから要はさ、寝袋の出番ないのにさ、なんで寝袋買ったんだろうみたいなね、衝動買い。まさしく衝動買いみたいなね、感じっていうわけで、ヨッシーさんからシュトップの掛け声いただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。太陽のカード出た。なんだよ、太陽のカード出たよ。ベランピングじゃない。なんだ、バンガローか。バンガローいいよってこと。裸ん坊で何にも持ってないしな。太陽の下で裸ん坊でな。布は1枚あるのかこれ。布じゃないのかな、なんだろう、旗かなんかかな。ね、何も持たず太陽の下で、OK だぜっていうことか、これってな。抹茶がいなくなっちゃったな。もう一日中べったりくっついてた抹茶が。ライブになるとどっか行っちゃうんだな、いつもな、抹茶な。と、これは太陽のカード。太陽で出てくるかな。
太陽、タロット。太陽の基本意味。太陽は成果や成功を約束するカード。雲一つない空に大きな太陽が光っています。そのエネルギーを受けてひまわりは生き生きと花を咲かせ、馬に乗った裸の子も無邪気に生きる喜びを味わっているのです。この子はこれからすくすくと元気に成長していきます。つまりこのカードは未来に成功や発展があることを物語っているのです。話や。また、19にナンバーを持つタロットである太陽は、美しい終焉を経た新たな始まりを伝えます。星と月の夜を越え、ようやく朝がやってきたのです。朝迎えるのいいよっていうこと全部つながってんだ、これな。例えば、今週、夏至、冬至、夏至か。夏至なんだよね。もう夏至かと思ってな。夏至を迎えると、今度はもう冬に向かって、やっと夏になったっつうのにな。夏になったら今度は冬に向けていくんだもんなぁなんて思って、っていう感じよね。えーっと、太陽に書かれたシンボルの解釈。大きな太陽、ぬくもりに満ちた充足感、エネルギーがあふれる健康的な心身、眩しいほどの成功、旗、有り余る元気、赤い羽、勢いで飛び込む、子供、恐れ知らず、屈託がない。逆位置ですね。逆位置キーワード、衰退、あれあれ沈んでいく太陽の下では、日の目を見ることができない。視力が浅いと、なんとかにはしゃぎすぎます。太陽の逆位置の意味は、運気低下やエネルギー不足、体力だけでなく気力もダウン、頑張れません。また精神的に未熟ではしゃぎすぎてしまう状態を表す。逆位置キーワード、未熟なまま、挫折、下り坂、パワー不足、運気低下、虚しさが残る、マチャがうごごいってんな。怠惰な心、中止や延期になる。悩み別読み解き例、恋愛。うまくいかなくて不安になる。仕事、モチベーションが湧かない。対人、楽しめない。利害が気になる。決断、決める判断力も気力もない。人物やキャラクターに当てはめて読み解く逆位置。考えが細部に及んでいなかったり、最終段階になってのエネルギー切れなど詰めが甘い。成果を上げているのにいまいち評価されない不満、不甲斐さ。タロット深読み。裸の人物も書かれています。服をまとっていないのは包み隠すものがないこと、純粋無垢であること、嘘や偽り、後ろめたさや裏表がなく、ありのままの自分を出している人物。まとめ。逆位置ならエネルギーの低下、もしくは浮き足立つ状態を表すカードでした。いずれにしても太陽が成功のパワーを宿していることに変わりはありません。ありました。逆位置の場合は、やがて動き出す時がやってくると心に留めておきましょう。そう言われて何年経つのかしらっていうわけでね。本日のタロットカードの意味は、
意味調べるの回はタロットカードの中で、まあね、一番とかね、いいとか言われるような、カードでしたが、逆位置なのでね、日の目は見るけど、もうちょっと後よっていうね、感じでございました。はい、覚悟してっていうね、メッセージでしょうかね。準備してっていうことか、これもな。準備してっていうメッセージなのかもしれません。参考にしていただけてたら幸いでございます。ヨッシーさん、猫のマサルはライブ中構ってもらえないことを理解しているんでしょう。ああ、そうだね。そうだね、多分ね。で、あっちに行っちゃうんだな。で、終わる頃に戻ってくるんだな。賢いよな。ほんと賢いよな。そういえば今日見てた YouTube で、なんか前にそういえば見てたなっていうのがまた上がってきたんで、それを見たんだけどさ、これが、霊が見える人ね、幽霊が見える人がね、なんかすげえポップな番組なんだけどさ。で、3人組っていうか、その幽霊もメンバーに入ってるらしいんだけど、だから見えないから私には幽霊見えないから、画面には3人しか映ってないんだけどさ、まあ、それで番組をやってて、で、街を歩いててね、で、街中にいる幽霊に声かけて、ちょっといいですか、取材なんですけど、みたいな感じで、で、質問するっていうのをやってたんで、で、そりゃ面白そうだなと思って、ちょっと今日はね、それを見てたんだよね。で、歩ってて、あ、いらっしゃいますね、みたいな感じで、もうすぐな、本当本当どこにでもいいんだねっていう感じなんだけどさ、なんかすごい綺麗な椿が咲いてて、なんかアップしたのは結構最近なんだけど、その動画な。なんか撮影したのは多分椿が咲いてる時期だから、だいぶ前っぽいなっていう感じなんだけどさ、その椿の下に、なんか体育座りして座ってる、なんか女性の人がいるっていうのでね、で、すいません、取材してもいいですかっていうふうに声かけて、あ、OK だってよ、みたいな感じで、もう本当にさ、普通の人間と会話してる感じなんだなっていうのでさ、で、自分が亡くなってることは理解してますっていう質問をするんだよね。で、まあ、してるっちゃしてるみたいな、なんかそんな感じだったんだよね。で、まあ、それがなんでかっていうと、死んだ時は分かんなかったらしいんだよね。まあ、結構死んだこと分かんないんで、それで普通にね、幽霊でいる人は多いらしいんだけど、まあ、その人は分かっちゃいるっていうので。で、死んだ時は分かんなかったんだけど、ただ通り過ぎる人が、ぶつかってくるっていうのかな。自分を通り過ぎていく。で、あ、もしかして自分は、あれ透けてるっていうことは死んでるみたいなね。なんかそんな感じで理解して、で、まあそういうふうに分かったのが結構最近なんで、で、まあね、分かってはいるみたいな、そんな感じらしいんだよね。で、ああ、そんな感じなんだな、なんて思って。で、なんだっけ。あとは理解してるかっていうことと、えっと、そう、なんか幽霊信じてましたかみたいな質問をしてて、で、まあね、いろんな人がいて、信じてなかったけど、自分がこうなって、ああ、こんな感じなのかって理解したっていう人と、あとは信じててね、なんか、幽霊になったら、ああいうこともしたい、こういうこともしたいっていうふうに思ってたけど、なんか、なんか思ってたんと違ったみたいな。がそんな感じの人とか、なんかいろいろいてね、なんか、面白いなっていう感じのね、動画を今日は見たよ。天玉さん、病院に持っていくものの準備をしていて、会話に入っていけなくてすみません。ね、みんな忙しいのかしら。
ね、今日は皆さん忙しいみたいだな。で、もうあと7分だから喋るか。あと7分だから喋るかね。明日はね、次の日の朝が早いので、始発で出ないといけないので、明日はさっさと寝るので、明日のライブはお休みだな。で、その次のライブもまだ帰ってきてないからお休みだなっていうわけで、次回はまあ木曜日以降かなっていう感じになるんだけどね。よしさん、てんたまさん、どこか具合が悪いのですか？てんたまさん、震災があって避難所に行くことに、なると、寝袋は役に立つと思いますよ。ああ、そうそうそう、そうなんだよね。だからこうやってさ、なんかここのところさ、なんかちょっとキャンプっぽいものをさ、なんか買ったりとかして、だからいろいろあれがいいかな、これがいいかなってさ、思ってたんだけど、アマゾンのポイントがいっぱいあるので、いっぱいっつってももうすぐなくなっちゃうけどな。まあ、あるんでね、それで買い物するのに何買おうかなって散々考えてたんだよね。散々考えてた割にはさ、急に思い立ったものをさ、そうやってスッと買ってしまうっていうことは、なんか必要なんだろうなって思って。多分必要なんだろうなと思って。なんか野生の勘っていうのかな。今自分では認識してないけど、その本能的な部分で、なんかちょっと必要だなと思って、で、こういう行動に出てるんじゃないのかなって思うんだよね。だから、だったらいいやと思ってね、衝動買いも大事だと思って、まあ、無駄とは思ってないかな、今のところ。今のところな。と、ていうか、まだヨッシーさん、父親が骨折、背骨を骨折して入院中なのですね。そうだよね。1ヶ月は退院できないそう、なので、ねあれ、先週ぐらいじゃなかったっけ？救急車かなんか呼んで、ね、病院探して大変だったみたいな話してたのって。それから入院にしてなかったのかな。これから、あ、じゃあ入院中だよね。そうだよね。で、そうだよね。背骨がね、骨折つったら長そうだよね。長そうよね。1ヶ月入院して治るもんなのかね。まあ、じっとしてれば骨が再生してくれるのに、まあ、そんくらいかかるよっていうので、まあ、安静にしてるっていう意味で、まあ、1ヶ月っていうことになるのかね。まあ、入院、まあ、安静にしてればいいっていう話であれば、自宅療養っていう話もなんかね、時代的にありそうな感じがするけど、入院するってことはそれなりに何かしら処置は必要なのかな、手術かなんかしたのかな。ヨッシーさん、背骨ですか？それは長引きそうですね。ね。てんたまさん、そもそも足が不自由なので、ね、リハビリが、どう進むかですね。ああね、足も背骨も大事よな。そうなのよ。だから、いつね、どうなるかわかんないから。ね、いつまでも健康ってわけではないんだよね。だからもうやりたいことがあったら、やっとかないとね。って思うよ、本当にそういう話聞いてるとさ。だからまあ前に話したことあると思うんだけど、うちのいとこがな、子供の時は、うちに毎日来てたいとこだよな。がさ、今、えっとね、半身不随というかね、あの、自由に動けないんだよね。えっとね、一応は歩こうと思えば歩けるのかな。ただ時間がすごいかかるんだよね。ちょっと歩くのに3時間ぐらいかかるみたいな。なんかそんな感じなんだよ。だからさ、ね、自分がよく知ってる人がそんなんなっちゃうっていうのがね、なんかすげえびっくりで。
そう考えるとね、もうこうやって動けることは、幸せなことだなと、ありがたいことだなと。ね、自分でにゃんこのお世話をね、十分にできるっていうことはね、幸せだなことだなって、本当人のそういう話聞くとさ、思うよな。ね。そう、だからなんだっけ、大腿骨骨折をこの前ね、知人がしたんだよね。で、それがやっぱりリハビリに3ヶ月かかるとか言ってたんだよね。ただもうリハビリももう終わって、今は普通に生活できるようになってるらしいんだよ。だから、早いなと思ってな、早いっていうか、まあね、本人自体はすごく長かったと思うんだよね。元の生活になるまでにさ。ね、手術して、で、入院して、で、リハビリして、だから、でリハビリで3ヶ月だから入院2ヶ月ぐらい多分かかってたと思うから、合計4ヶ月ぐらい病院でね、過ごしてたと思うんだけどさ、そんなにね、入院したことないからさ、自分だったら長いと思うんだろうけどさ、なんかね、他人だと、もう元に戻ったのかと思うとさ、なんかすげえなーってふうに思うんだよね。だって、大腿骨骨折とか言ったらさ、へえ、歩けないじゃん、みたいな感じでしょ。だからトイレにも行けないわけだからさ、っていうのがね、もう半年もしないうちに元に戻るのかっていうのが、いや、すごいな、人間の体って思うんだけどさ。本人は長かったと思うんだけどね。ね、それがね、天玉さんのところに今、順番がやってきてる感じ。動けるうちに旅を。ね、そうなのよ。ね、天玉さん。大腿骨骨折は辛すぎますね。ね、だから背骨も似たようなもんだと思うんだよ。どっちも似たようなもんだと思うんだよね。ね、だからもう本当元気なうちにな、やりたいことはやっておくと、いいと思いますよ。順番とか言っちゃったな。すいませんで、竹縄かな。はい、竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを戻ってきたぞ、抹茶が。全部見といてくれたらいいんじゃないのかなと思いますよ。抹茶は本当に賢いね。というわけで、明日と明後日のライブはお休みでございますので、次回は木曜日以降となりますが、次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。